はい、キツネです。今日は癖の強い新品3つ選んで紹介します。まずは飛躍の調べです。これは利益の5歩の上位互換の新品です。この状態で太鼓を叩くと味方全員を蘇生し、味方全員の HP を回復するという優れものです。エフェクトもよく見ますとこんな感じで青みがかった、それからリジェネの輪っかがでかくなります。少し気になったのが貢ぎ物の回復増加。これ乗るでしょうか？ちょっと試してみたいと思います。まずはバフなしの状態です。バフなしだとこんな感じ。バフありの場合と比べるとどうでしょうか？こんな感じです。あんまり変わらないですね。ですので効果増加は乗らないと。では次に蘇生後の回復効力増加。これ乗るでしょうか？ちょっと確認してみます。結構回復しているようには見えますね。さて次にバフをない場合でやってみます。はい、こんな感じです。どうでしょうかね？あんまり変わってないかな。あんまり違いは感じられません。同じ回復量だなと思います。乗らないという風に検証できたと思います。次に天柱の5歩です。この天柱の5歩ですが、試練一戦の効果がつきます。この天柱の5歩単体をつけていても試練一戦が使えるようになるのでとても便利です。岩山刀が必要ありません。ただし、しかもその試練一戦を打つと、近くの敵に雷が加わると、こんな感じでですね、そんな5歩です。ただし、岩山刀みたいによろめいた敵に対して大幅なダメージが試練一戦で加わるという効果はありません。さて、これは雷に状態以上の効果が乗るでしょうか？時間と威力乗るでしょうか？検証してみます。まずこれがバフを持った状態です。紫織に対してはあれぐらいのダメージを与えることができます。ちょろっとした感じでしょうかね。紫鬼に対してはちょろっとした感じの威力しか与えられないかなと、雷についてはですね。今度は弓鬼に対してどうでしょうかね。弓鬼に対して雷が落ちました。バフを持った状態で減ってますかね。続いてバフなしの状態です。確かに弓鬼に落雷しましたがどうでしょうか。状態以上の威力の時間持ったやつと持ってないやつとではゲージだいたい1本分ぐらい違っています。ですので天柱の5歩に状態以上の威力は乗るよということが言えると思います。続いてはエンジンのたけりですね。エンジンのたけりというのは水の太刀の上位互換の新品です。これで受け流しができなくなる代わりに、受け流しの極意が3連撃になるという優れものです。こんな感じで。威嚇もつきます。で、これ、侍の癒しの剣。これ、受け流しの極意で敵を倒すと、体力が50回復するという技なんですが、これもしっかり2連撃目、3連撃目につくようになります。もちろん切り返しの威力は3連撃中3連撃に、乗ります。受け流しの極意の3発に全部に切り返しの威力が乗ります。非常に便利です。おそらくそのヒルの受け流しとか侍の癒しの剣とかとの相性がいいので、炎上の5歩、HP 満タンの状態で 15% 攻撃力がアップするみたいな5歩と一緒に使うのがいいと思います。常に HP を満タンにしておくという戦法ですね。ナギナタオニに対してはこの威力ですね。ただ注意が必要なのはこんな感じで、3連撃中にも敵の攻撃が食らってしまうので途中で中断してしまうこともあり得ます。無敵かっていうとそういうわけではないので、結構その料理に気を使う武器だと思います。私も結構エンジンのビルドとかって試してはみたんですけれども、結局近接を結構持って、それで対応していくというような形に落ち着いてはいます。あとはどうも月のキャンセルだとホムラの剣を使った場合の炎の巻き散り飛び方が水の型の達人てか水の太刀と比べて
範囲は狭いみたいですので、エンジンのたけりを使う場合で、しかも豪華の剣を使ったりするという場合は、存分にその豪華の剣の本来の炎の飛び散り方を活かせるという観点からも、エンジンのたけり非常に豪華の剣との相性がいいんじゃないかなと思います。はい、そんなわけで癖の強い新品3つ紹介してまいりました。以前紹介した4つの新品と合わせると7つ、この新品がアップデートに追加されました。どれも強力な新品ばかりですね。ありがとうございました。さようなら。